日本の政治権力が国民の税金を不当に日本の大手企業に利益誘導する。そのことによって競争力を失い続け、衰退し続ける日本の大手企業を日本の政治権力が延命させる。日本の大手企業はその見返りとして、族議員に莫大な政治献金を渡す。族議員はその金の力で、選挙に勝つわけだ。金の力で選挙に勝つ政治家が、大手企業からの政治献金を失ったらどうなる？つまりそいつは選挙に勝てなくなって、国会議員は失業だ。そして大手企業からの政治献金を失ったら、族議員まみれの与党は政治権力を握れなくなる。与党による大手企業に対する税金の利益誘導にはそういう意味もある。ある与党の国会議員によると、選挙には金がかかるという。だがこの言い分には問題がある。民主国家の国会議員が金の力で選挙に勝ったら、民主主義ではなくなってしまう。つまりこいつが言っているのは、自分は民主主義を破壊している。と言っているのと同じことだ。こいつは日本の政治権力が国民の税金を日本の大手企業に不当に利益誘導することを正当化したいんだろうが、不正は不正だ。民主主義という基準から見れば、庶民から搾取することで自分たちの優位を維持する。隠れた特権階級は民主主義を破壊する悪党でしかない。もし日本の庶民が自分たちは隠れた特権階級に搾取されるのはごめんだと思うなら、つまり日本の庶民が自分たちの自由を守りたいと思うなら、庶民は悪党どもと戦うしかない。実は日本の経済対策など簡単なことなのさ。まず競争力を失って衰退し続ける大手企業に対する政治権力の利益誘導など止めさせる。そして法人税の累進課税を使って大手企業を維持するハードルを思い切り高くする。そして中小企業が成長できるハードルを思い切り低くする。そうすれば日本経済は立ち直るかもしれない。かつて1955年から1973年まで日本経済が世界のどこよりも
成長した時代を取り戻せるかもしれない。そして新しい起業家はいくらでも登場する。起業家はなぜ自分で会社を立ち上げようとする？金が欲しいからか。違うね。自由が欲しいからさ。人間は皆、自由を求めるんだ。だがそれには、性犯罪の癒着、利益誘導、既得権益にしがみついて、甘い汁を吸う連中、彼らが邪魔だ。そして、敵は手強い。奴らは、暴力、脅し、嫌がらせ。それに殺しまで、何でもありだ。20年ほど前、国会質問で重大なことを暴く。と語った野党の政治家がいた。彼は日本の国家権力の闇、特殊法人と特別会計の情報を集め、国会で与党政権に突きつけるつもりだった。2002年10月25日のことだ。しかし彼が世田谷区の自宅前で、迎えに来た車に乗ろうとしたところ、彼は右翼団体の男に襲われ、刺殺され殺された。民主党所属の衆議院議員、石井紘基だよ。かねてから石井紘基はこう言っていた。本来、民間部門が行うべきことを、特殊法人がやっている。これが社会構造全体を歪めている。特殊法人は1200社以上ある。仕事を丸投げするための。子会社まで含めたらもっと多い。公益法人にしても職員51万に対し、役員49万人。これらが民間では考えられない。莫大な報酬を受け取っている。しかし与党政権は、事実だが、改善された。などと弁明する。石井紘基は、反対住民を接待で懐柔するなど、もってのほか、きちんと処分すべき。と食い下がったが、与党政権は、公団総裁から職員に対して、周知徹底させたので、今後は起きない。注意は何度もした。などと言い逃れた。特殊法人というのは、東京都港区虎ノ門に多く集中している。政治権力が作った。天下り官僚の天下り先のことだ。石井紘基を殺害して逮捕された犯人は、石井氏との金銭トラブルが、殺害の理由だと語ったそうだ。しかし犯人は、殺害時に、石井氏の財布などには手をつけておらず、事件現場から持ち去られた。
石井氏の手帳と資料は、今も見つかっていない。警察も検察も、十分に捜査を尽くさなかったこの事件は、犯人が逮捕されているにもかかわらず、未だ真相は闇の中だ。だが多くの者はこう考えている。日本の国家権力の闇。特殊法人と特別会計について。追及されたくない誰かが誰かを使って、石井紘基を殺させたとな。石井紘基は、特殊法人は特別会計とも関係している。と指摘した。具体例として、日本道路公団、住宅、都市整備公団の不透明な業務内容について指摘した。特別会計は特殊法人よりもっと厄介だ。日本の国家財政には、一般会計と特別会計がある。しかし毎年の政府予算の編成時に、日本のマスメディアが報道するのは、この中の一般会計だけで、特別会計については、全くと言っていいほど、何も報道されない。しかし現実には、2023年、現代の日本の国家予算は、特別会計の財政規模が、一般会計の4倍にも上ると言われている。そして国会では、一般会計の予算が審議されるだけで、特別会計のチェックは、ほとんどなされていない。つまり、日本の政治権力を握っている与党は、国民の税金の5分の4を、どう使っているのか。国民に隠しているわけだ。一般会計では、国の基本的な機能である。外交、防衛、教育などの経費を扱うのに対して、特別会計とは、何か特別な必要があって、会計を別にしている会計のことだと言われている。例えば、国が行う道路の整備や年金基金の管理のような特定の事業を経理するときに使うと言われているそうだ。特別会計の事業を行う財源は、税金のほかに、一般会計からの繰り入れや、ガソリン税などの目的税、国債発行による借り入れなどが使われる。そして、国会でチェックされたはずの一般会計の大半も、いつの間にか特別会計に組み入れられてしまい、
そこから先はチェックが効かない。と言われている。つまり日本の国家予算のほとんどは、国会で審議などされずに、行政権限が使い道を決めてしまう。そして、その使い道は、国民には公表されない。予算は主に、行政権力が事業展開する際に、補助金として歳出する予算として、消費されると言われているが、国民には確認のしようがない。つまりこういうことだ。現代の日本では、国民の税金のほとんどが、誰が何のために、どこでどう使っているのか、国民には全く知らされない。知りたくても知ることはできない。日本の憲法では、国家予算の使い道は、国会で定めると決められている。しかし、今の日本の国家権力は、それを無視している。そして日本の国家予算のほとんどが、族議員や天下り官僚、そしてそこから利益誘導を受ける。大手企業、虎ノ門の特殊法人などの、既得権益、利権を守るために、使われているとも言われている。つまり、今の日本には、隠れた特権階級がいて、庶民は隠れた特権階級に、莫大な税金を搾取される。これは全体主義と同じだ。この全体主義のために、日本の民主主義は壊されていく。再生リスト6に続きます。